今日も AI でクリエイトしてますか？どうも、南波です。先日 Twitter、インスタでこんな投稿をしました。Apple Watch で撮った体のデータとか写真を撮った食事のデータとかを全部収集してチャット GPT にフィードバックしてもらいつつ、Discord に毎晩自動で送ってもらう純アプリみたいなのを半日かけて作ったということなんですよね。全然僕はエンジニアとかでも全くないですし、前職確かにウェブサービスに関わっていた人間ではありますが、とはいえこういったなんかシステムを構築するとかサービスを作るみたいなことは一切と言っていいほどしてきませんでした。そんな僕がふと思い立ってこういったツールを作ってみたという動画になります。なんでこんなものを作ったのかとか、どういったものを作ったのかについてね、いろいろと詳しく触れられればと思います。それでは行ってみましょう。きっかけは本当に些細なものでした。ここ半年くらい僕のチャンネルを見ていただいている方はわかると思うんですが、僕の興味関心として最近健康とかウェルビーイングっていう領域が徐々に興味が湧いているんですよね。その延長として今回のツールを作るっていうのも始まりました。運動習慣がだんだんと染みついてきて、で体つきももう2ヶ月くらいかけてだんだんと変わってきてるっていう中で、多分最後の一押しは結局食事のコントロールが必要だなと感じたんですね。ただ僕は結構食べる量が多かったりするので、ここら辺をしっかりちゃんとコントロールしてくれるようなアドバイザーが欲しいなということで、そういう時はやっぱり天下のチャット GPT 先生に聞こうということで、本当に一昨日とかですね、チャット GPT に食べたご飯の写真と、あと Apple Watch とかで計測していたアクティビティ系の記録、データを全部スクリーンショットで投げて、ちょっと自分にアドバイスをくれみたいな方に書いたんです。そしたらやっぱり結構ちゃんと答えてくれたんですよね。こういう風な食事にしましょうみたいなことを言われて、翌日実際そこで見た野菜を増やせ、油を減らせ、炭水化物減らせみたいなアドバイスを頭の中では結構やっぱ覚えているので、お昼ハンバーガー食べたいなって思ったけど、いやなんかここで食べたら負けな気がすると言って結局和食食べたりしたんですよ。この時点で分かったのが、僕がすでに持っているあらゆる健康系のデータをチャット GPT に投げれば割と的確に指示を出してくれるということ。そして一回指示を出されると食べたいもの食べりゃいいかなとか思っていても、やっぱ頭の中にあるのでちょっと我慢しようという気持ちになれるということです。なのでこのやり方は結構ありなのではと思いました。ただここで新しい問題に直面しまして、やっぱりね、めんどくさいんですよ。特に毎晩必ずこの健康系のデータを全部スクショしてチャット GPT に投げるっていうのが、これ習慣として続くかなっていうのがすごい不安に思ったんですよね。そこで AI モチベの高い僕は、これどうにか自動化できないかなというふうに思ったんですね。特にちょうどそのタイミングで Twitter で回ってきた一つの記事が結構僕に刺激を与えてきまして、その内容が育児を AI でいかに効率的にやっているかという話で、これができるなら自分がやろうとしていることができないわけがないなというふうに思い、そこからぶっ通しでだいたい8時間くらい作業をして完成させることができましたというのが事の経緯です。で、じゃあ詳しくですね、今回どうやってこれを実現したのかっていうお話をしたいと思います。材料ということで、まずデバイスで言うとこの iPhone、 そしてより正確なデータを計測するならこの Apple Watch です。そして僕は体重も登録しているので、こちらの体重計 Wi-Fi でデータを iPhone に飛ばしてくれるようなものですね。これも使っています。デバイスで言うともうこれがあれば十分です。もうすでに持ってる方も多いんじゃないでしょうか。で、問題はアプリ側ですね。ソフトウェアとかアプリ側において必要なもので言うと、まず一つ目がアスケンというアプリです。これですね、最近使ってる人増えてきてる感じがあるんですが、ダイエットアプリですね。アスケンのアプリ、どうしても有料プランに入る必要あるんですが、メニュー登録をするときに画像を読み込んで、自動でそのメニューと栄養素やカロリーなどを計算してくれます。このデータを iPhone 純正のヘルスケアアプリに同期することができるんですね。なので食事周りのコントロールのためにこのアスケンアプリを使っているという感じです。そして今話した純正のヘルスケアアプリ、そして何よりもチャット GPT です。で、いろいろプランあると思うんですが、個人的にはプラス以上は必須かなと思っています。というのも後で説明しますが、何か詰まった時に iPhone とか PC のこのスクリーンショット、現在の状況みたいなのをひたすらチャット GPT に気兼ねなく投げるためには、やっぱり有料プランで画像のアップロード制限を大幅に緩和する必要があるんですね。初心者でかつ無料でってなると結構厳しいんじゃないかなと思っています。そしてもう一つ iPhone 側で必要なのが純正のショートカットアプリです。結構前に搭載されたんですが、皆さんこれどのくらい使われてますか？僕は全く使っていませんでした。
iPhone のアイコンを好き勝手いじるために一時期流行ってた記憶はあります。一言で言うと自動化ツールです。いろんなアクションを組み合わせて、好き勝手にね、操作をコントロールできるというものなんですが、僕もやっぱりこれを作るまではかなり苦手意識があったので、アプリの奥底にしまっている方も多いんじゃないかなと思います。今回はこれをめちゃくちゃフル活用しました。で、続いては主に PC 側の話ですが、パイプドリームというサービスを使いました。これもまた自動化ツールではあるんですが、ノーコードで複雑な処理を可能にするウェブサービスになります。iPhone の中でいろんな操作を組み合わせるのがショートカットなのに対して、他の外部ツールといろいろと連携して自動化を作るのがこのパイプドリームだと僕は捉えています。ちょっと合ってなかったら申し訳ないです。この後紹介するチャット GPT とか Discord を全部つなげて一つの仕組み流れを作るために使いました。これは無料で使えましたね。びっくりです。そしてチャット GPT の API も必要になります。すごくざっくりと言うと、チャット GPT の頭脳をチャット GPT ではなくて別のアプリで使うための、仕組みの話です。これは登録した上で使用するたびに課金が必要になってきますが、正直そんな額にはなっていません。昨日何十回、100回弱ぐらいは多分操作したんですが、それでも多分ね、今2、30円くらいなので、そんなに気にしないで登録してみてください。そして Discord、これは僕が自動で通知とか、あとそのチャット GPT のアドバイスのメッセージを受け取るための場所として僕が選んだのが Discord という感じです。Slack とか LINE とかも選択肢としてはあるんですが、Slack だと無料プランはどうしてもメッセージの制限があるので、確か3ヶ月くらいで過去のデータが消えてしまいます。そして LINE は今年の3月くらいまで LINE Notify というサービスでこういう API を使った連携ができていたんですが、それがサービス終了してしまっているんです。なので無料である程度使えそうで、かつ自分も比較的馴染みのあるようなサービスということで今回 Discord を選びました。で、じゃあこれらを使ってどうやってやってたのかというと、もう本当にチャット GPT とひたすら対話してただけなんですよ。一番最初の入り口、こんなことが実現したいですっていう箇条書きだけ並べても、最初からチャット GPT に何を使うべきなのか、どういうフローでやるべきなのかっていうのをお任せして、その指示通りに僕が動いていました。もちろん想定外のことというか、全然うまく動かないみたいなこともあるので、その都度チャット GPT に投げて、で答えが返ってきてっていうのをだいたい8時間くらい繰り返してた感じです。僕もね、椅子に6時間くらいぶっ通しで座ってて、腰が結構壊れかけてて、今立って撮影してます。作ったものをどういった流れで実現しているのかっていうのを説明すると、まずはアスケンのアプリで食事から栄養素を抽出、また Apple Watch で各アクティビティとか、体のデータを計測で、これらは全部 iPhone 純正のヘルスケアアプリにデータとして統合というかね、同期されます。ここに僕の1日のありとあらゆる記録が詰まっているんですね。この1日分のデータをひたすら読み込むというのをショートカットによって作ります。バーッとひたすらデータをリスト化していって、最後につけているのがこの読み込んだデータを持ってパイプドリームに飛んでいくというアクションです。で、じゃあパイプドリームに場所を移して、ここで取ってきたデータの形をもう一回広げて整えて、でチャット GPT の API を使ってチャット GPT に読み込ませる。でアドバイスの文章とかをいろいろと作ってもらった上で Discord に飛ばすというようなアクションを最後に置いています。これが Discord に飛んできて、 Discord のアプリみたいな機能ですね。ここでこのオレンジ色のバードちゃんがいろいろな今日のデータを教えてくれるということなんですね。この流れ全体は最初にショートカットを起動すれば全て、Discord に送られるまで勝手にやってくれます。ただこの最初の一手すら僕は煩わしいので、何時になったらこれを起動するというのをちゃんと設定しておいて、毎晩寝ている間にこのフローが勝手に起動して Discord に通知が送られてくる。で朝起きるとこの通知を確認して、今日はこういう食事をとってください、こういう一日にした方がいいですよみたいな提案をこのオレンジ色のバードちゃんから受け取るというようなことをしています。これで完全な自動化を実現することができました。これ細かくこういうことをしていったっていう話をしていくよりも、多分皆さんがチャット GPT を触ってひたすら動かしていった方が絶対にいいと思うんですよね。なんせ壁には何回もぶつかるので、もうその度に結局チャット GPT に泣きつかなきゃいけないんですよ。もう助けてドラえもんみたいな、やりながら一つずつ山を克服していくっていうのが一番いいのかなと思っていますが、せっかく先に僕が作ったのでちょっと時間がかかったというか、つまずきの中でも大きめにつまずいたよう
ようなポイントをいくつか説明して僕の屍を踏んでいってもらえればと思うんですが、まず1つ目、これは別にねチャット GPT とか今回のに全く限らない話なんですが、何か詰まったら何が詰まってるのかを一つ一つ切り分けて探しに行くという点です。全部一気にやろうとするから自分でも訳が分かんなくなってやる気が下がるんですよね。一歩一歩着実に進めていって何か詰まったら考えられる原因を一つずつ潰していくということですね。で、その助けは全部チャット GPT がやってくれます。問題がありそうなところを一つ一つ洗い出したいんだけどどうすればいいとか、問題を切り出して考えてみてみたいに問いかけるだけで普通に最適解を出してくれます。そして2つ目、 GPT のモデルなんですが、僕はまず最初大枠は GPT-4o という大抵のタスクはこれでいいですよというモデルを使いました。ただ詰まる部分が細かくなっていったあたりで GPT-O3 というモデルを使いました。このモデルは推論が得意です。複雑な問題を解決するために一つ一つ思考プロセスを段階的に踏むように設計されています。一回一回投げかけるたびに時間はかかるんですが、その分かなり精度の高い答えを出してくれていました。大まかなやり方は 4O でざっくり掴んで、細かくなってきたら O3 によって、ちゃんと適切に処置するという感じですね。そして3つ目は iPhone 側でこのヘルスケアのアプリの権限を広げる必要があるということですね。データを読み出したり書き出したりするための権限を与える必要があるんですが、問題はですね、ショートカットを作る際に本当に一つ一つ許可していかなければいけないので結構めんどくさいということで、権限を与えたらその一個一個ごとに変数を設定していかなきゃいけないのも作業ゲーでしたね。あれは本当にめんどくさかったです。そして4つ目、こういった問題を解決して動いたというタイミングは割と僕8時間の作業のうちの4時間くらいで到達したんですよね。ただなんか数値が思っていたのと違うっていうのが結構頻発しました。原因はたくさんあって一つ一つこれも解決していったんですが、そのうちの一つがアクティビティ関連のデータの出自を Apple Watch だけに絞らなきゃいけなかったという点です。実はこの iPhone で350と撮ってたやつと Apple Watch で350と撮ってたやつが合算されて送られてたみたいなことがありました。なんてことはない話なんですけど、気づくのに時間がかかったので、もし詰まった方はこういうことがあるかもしれません。そして最後、このショートカットを起動する時間帯の話です。最初ですね、僕はだいたい10時半くらいに、その日1日のデータを全部まとめて Discord に送って、寝る前にそのデータを確認できるようにしたいなと思っていたんですが、アスケンがヘルスケアアプリにその日に食べた食事から栄養素を抽出してその数字を同期させるということを毎日23時59分にやっていることが判明しました。これも気づくのに時間がかかって、あれなんかデータが全然ディスコード上だと出てこないなとか数字違うなみたいなことがありましたね。この仕様があったので日付をまたいでから昨日のデータを見て昨日の記録を振り返るということをしたんですが、この昨日のデータを取ってくるという設定がめちゃくちゃめんどくさかったんですよ。今日のデータを取ってくるのがめっちゃ簡単なのに対してこの昨日を定義するためにめちゃくちゃ長くショートカットを作りました。哲学的な境地に達しましたね。今日を生きるのはこんなに簡単だけど昨日を生きるってめちゃくちゃ難しいんだなみたいな、こういう話も実際作っていかないと何のこっちゃっていうことだと思うので、もし興味がある方は是非試してみてください。で今回こうやって作ってみて本当に自分による自分のためのアプリツールでしかないわけですよ。しかも大したことないんですよね。実はこのフローの最初に使っている食事を読み取るためのアプリアスケンがあるんですけど、これでアドバイスまでちゃんとしてくれます。だから別にこんな複雑なことを自分でお手製で作る必要はあんまり高くないです。ただアスケンのそのアドバイスが僕あんまり好きじゃないなというふうに思ったこと、あと UI ですね。アプリの見た目もちょっと見づらかったりあんまり使ってて楽しくなかったので、だったらもう自分好みにカスタマイズできるようにいろいろしたいなというふうに思ったというのが最初にあります。そして今回アドバイスを作る上でチャット GPT を途中にかませていますが、ここのプロンプトチャット GPT への指示文は自分で作れるので、答えについてもう少しこういう内容が聞きたいなとか、こういう部分を厚めに盛り込んでほしいな、こういうところまで話してほしいなという風なのがあったらもう自分で書き加えられちゃうんですよね。もっとド S に叱ってほしいとかも全然できると思います。こんな感じで自分好みにカスタマイズできるという利便性は自分で作ったからこそのポイントかなというふうに思っています。だからいいものできたっていうのももちろんあるんですが、作
作れた、自分でできるんだっていうこのモチベーションというかアドレナリンみたいなのが今すごいことになってます。今回作ったフローを他のところでも活用していろんな自動化アプリみたいなのを勝手に自分で作ることもできそうですもんね。やっぱね、1個作るって大事だなと、こう何でもできそう全能感みたいなのが自分の中で広がります。なので今回のこのツールもぜひ皆さん作ってくださいというよりは、どちらかというとなんか作りたいものあったらぜひ作ってみてください、楽しいですよという話です。今回のこのフローにおいてコードを1回たりとも書かなかったんですね。全て AI が作ったものをコピペだけしかしてなかったし、チャット GPT への入力も全てスマホでやっていたので、フリック操作だけだから、これ多分ね声でできるんですよ。本当にキーボードを使う頻度がみるみるうちに減りそうだなと改めて感じましたね。でこのサービスを作った上で、その延長線でこの動画をちょっと作りたいから、僕がつまずいたところ、何回も質問したところとか複雑そうなところを初心者目線で動画の台本っぽくまとめてみたいなところまで GPT にやってもらいました。これは別に僕が特殊な能力や技術を持ってるわけでは全くありません。作れる人がすごいんじゃなくて、やりたいことがある人がすごいんだろうなというふうにも改めて感じますね。で僕が作りたいものっていうのは、今回もまさしくそうですが、チャット GPT に言ったらもう全部やってくれるような状態ではなくて、もう言わなくてもなんか勝手に回ってるっていう状態です。自分がやりたくないことを全部お任せして、いつの間にかことが済んでいるというような状況。だからドラム式洗濯機とかお掃除ロボットとか食洗機みたいなものに近い感覚ですよね。そういった扱い方で生活をいろいろとアップデートできればなというふうに今後も思っています。本当に疲れたけど楽しかったです。今後もいろいろと作っていきたいなと思いますし、もし皆さん何か作りたいものあれば教えてください。僕もちょっと一緒に取り組んでみたいなとは思います。あまり今回の動画ためにはならなかったかもしれませんが、皆さん何かのモチベーションになったりしたら嬉しいです。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。